はい、こんばんは、千葉です。今回は知らなくても困らないけど、知ると楽しい VPC の裏側の世界というテーマでお話しします。で、突然なんですが、皆さんは VPC 使ってらっしゃるでしょうか？この動画をご覧になる方は、おそらく使ってみたことはあるんじゃないかなと思っています。で、その上でですね、こちらのワードはご存知でしょうか？マッピングサービス、ブラックフット、ハイパープレーンというワードですね。これらは AWS の内部で使われている技術もしくはサービスのため、普段カスタマーとして VPC を利用する皆さんはあまり意識する機会はないんじゃないかなと思っています。今回のセッションではですね、これらのサービスもしくは技術についてどういうことをしているのか、なんとなくの動きをイメージで掴んでいただきたいなと思っています。あくまで内部のサービスであるため、詳細な仕様は公表されていませんので、ざっくり動きのイメージだけを抑えると、そういったものを今日皆さんに持ち帰っていただきたいと思っています。でまず早速一つ目ですね、マッピングサービスというものになります。マッピングサービスとは、すごく簡単に言いますと、物理ホスト間の通信を助けてくれるものです。実態は文章参照システム、ウェブの参照システムになってまして、通信に必要なさまざまな情報を、クエリに答えるような形でいろいろ管理をしてくれると。そういったサービスになっています。で今回はですね、VPC 上の通信として、こういったものを考えてみたいと思います。同一サブネット上に存在するインスタンス A からインスタンス B に対して通信をしたいと。すごく簡単な単純な通信ですね。これを考えてみたいと思います。はい。でまずここでですね、知識のおさらいも兼ねまして、VPC から一旦離れてですね、レイヤー2の通信ってそもそもどういうことだっけっていうのを抽象化して考えてみたいと思います。簡単に表現するとこのような形ですね。同一セグメント上に複数のノードがあり、今回はノード A がノード B に通信をしたい。そういったケースですね。でここで通信を行うためには、通信先の相手の Mac アドレスを知る必要があります。で初期状態ではノード A は相手の Mac アドレスを知りませんので、まずは全体宛てにですね、ARP リクエストを送ります。これはブロードキャストでセグメント全体宛てに送るような形ですね。この IP アドレスを持つ人は返事をしてくださいと。そういったリクエストを全体宛てに送ります。で今回ですね、該当する IP アドレスを持つノード B は自分宛ての通信だというふうに理解しますので、私の Mac アドレスはこれこれこうですというのを ARP リプライをします。今回のケースですと、ノード C は、リプライは特に返さないと。リクエストは受け取るんだけども、リプライはそのまま放っておくと。そういった形になっています。でこういった流れを経てですね、ノード A はノード B の IP アドレスと Mac アドレスの組み合わせを知ることができましたので、通信を開始することができるようになります。で今回抽象化して考えてみた、こういった一連の流れですね、EC2 インスタンスに置き換えるとどういったことになるかというのを考えてみたいと思います。ちょっと切り口としてですね、EC2 インスタンスを物理層から考えてみましょう。でまず一番最初に考えるのがファシリティの部分ですね。いわゆるデータセンターとか、そういった設備になります。AWS ですと、リージョンであったり、アベイラビリティゾーンであったり、様々な単位で地理的に離れたデータセンターが管理されています。で順番的にちょっと前後する部分もあるかもしれませんが、物理的なネットワークっていうのも存在しています。データセンター間の通信であったり、データセンター内の通信であったり、そういったものももちろん物理的なネットワークが存在しています。で、それらによってつながるものとして物理ホストがあります。今回はシンプルに2台だけ書いてみました。で、それらの物理ホストによって、EC2 インスタンスがホストされていますと。物理ホスト上のハイパーバイザー上で仮想マシンとしてですね、EC2 インスタンスが立ち上げることになります。で、ここで、VPC というところで、ちょっといろんなカラフルな色をつけてるんですが、これが VPC の違いを表しています。
特にですね、物理ホストを占有する、そういったオプションを選択しない限りは、マルチテナントになりますので、複数の VPC 上の EC2 インスタンスが一つの物理ホスト上で稼働すると、そういったことが普通に起こり得ます。で、ここで VPC が違うだけでなくて、AWS カスタマーごと異なるケースも多々あります。AWS カスタマー A さんのインスタンスと B さんのインスタンスが一つの物理ホストで相乗りすると、そういったことはよくあることになります。で、今回ですね、インスタンスの A からインスタンスの B に通信がしたいです。簡単に書くとこのような感じですね。各 EC2 インスタンスは ENI を持っていて、そこで Mac アドレスが定義されているというのも改めて思い出しておきたいポイントです。でまず、初めのステップとしてですね、送り先の、ごめんなさい、送り元ですね。送り元のインスタンスは、相手の Mac アドレスを知りたいですと。どうやって確認すればよいでしょうか。で、ここで一つ注意点としてあるのがですね、VPC やブロードキャストに対応していないんですね。あくまでユニキャスト通信しか送れませんと。先ほど抽象化して考えたときには、アープリリクエストを全体宛てに送って解決していましたが、今回はそれと同じことができませんと。ではどうしたらいいのかっていうと、ここで登場するのがマッピングサービスですね。マッピングサービスは分散されたウェブシステムとして提供されていて、各物理ホストがここに問い合わせをできるようになっています。先ほどの Mac アドレス問題はですね、こいつに聞けば教えてくれるんですね。ENI の Mac アドレス知ってますよと答えてくれます。でそれを踏まえた一連の処理のイメージがこのようになっています。ちょっと矢印を追加してみました。で、それぞれについて詳細に説明していくと、まずですね、ちょっとカーソルを含めて説明すると、まず EC2 インスタンスが、通常通りですね、アープリクエストを送ろうとしますと。で、それをすかさず物理ホストがインターセプト、横取りしてしまうんですね。で、このインスタンスはどの IP アドレスに紐づく Mac アドレスを知りたいかっていうのを物理ホストがマッピングサービスに問い合わせてあげますと。VPC ホニャララの IP アドレスホニャララはこの Mac アドレスを持っていますという答えをマッピングサービスが返してくれますので、その答えを物理ホストがインスタンスに返してあげると。簡単に書くとこのような一連の流れでインスタンスに Mac アドレスが伝わるような形になります。で、これでですね、インスタンスの A は IP アドレスと Mac アドレスの組み合わせを把握しましたので、無事通信が開始できることになりますと。で、ここでもう一つ気になるのがですね、そもそも物理ホストがまたがって、インスタンスが存在しているのに、どうやって経由して通信しているんだろうっていうのがちょっと気になります。で、ここでもまたマッピングサービスが活躍するんですね。インスタンスをホストする物理ホストの IP もこいつに聞けば教えてくれます。それを踏まえた一連の処理のイメージがこのようになっています。ちょっと先ほどと比べて矢印の種類が増えています。でこちらも詳細を順番に確認していくと、通常通りですね、インスタンスは宛先の IP アドレスと Mac アドレスの組み合わせで通信を開始しますと。でそれを物理ホストがインターセプトして、マッピングサービスにクエリを投げますと。この VPC のこの IP アドレス、この Mac アドレスはどの物理ホストによってホストされているものであるかというのをマッピングサービスに聞きに行きますと。そうするとマッピングサービスが答えを返してくれるので、じゃあこの物理ホストに送ればいいんだなっていうのを判断できるようになります。でこの紫の矢印の部分が物理ホスト間の通信ですね。もともとインスタンスが送ったパケットを一旦カプセル化して物理ホスト間で受け渡しを行います。それを受け取った物理ホストはまた再度マッピングサービスに対して問い合わせを行います。こんな通信を受け取ったんだけど、ちゃんと正しいものだよねっていうのを一旦ここで検証を挟みます。存在しない VPC-ID ですとか、自分が通信したい相手じゃない VPC-ID とか、そういった誤った情報が含まれていないかを一度検証してから問題ないねっていうのを確認したところで、カプセル化を解いて、宛先のインスタンスに送ってあげますと。こういった流れになっています。
で、先ほどカプセル化っていう話をしましたが、もうちょっと詳細に見ていくと、こういった形になっています。もともとインスタンスが送っていた IP パケットのイメージはこんな感じですね。宛先と送信元の Mac アドレス、あとは送信元と宛先の IP アドレス、あとはそのパケットが持つ各種のデータですね。これが元々のパケットでしたと。で、それが物理ホストではどういうふうに扱われるかというと、これらを丸ごとひっくるめてデータとして扱って、VPCID と物理ホストの IP によってカプセル化してあげますと。で、また物理ホストから宛先のインスタンスに送るときには、そのカプセル化を解いてあげて、元々のインスタンスが送りたかった IP パケットが相手に到達すると。こういった流れになっています。つまりですね、マッピングサービスのおかげで、各 EC2 インスタンスは物理層を意識せずにですね、いつも通り通信が可能になっていると。こういった形になっています。はい。では続いてですね、今度はこのような通信を考えてみたいと思います。サブネットをまたいで存在するインスタンス D に対して通信をしたいと。こういったケースですね。でまたここでおさらいですね。抽象化してレイヤー2の通信を考えてみたいと思います。で今回は一番左端のノード A が一番右のノード D に通信をしたいですと。で、ノード A とノード D はセグメントをまたいだ形で存在していますので、直接ノード A がですね、ノード D の IP アドレスと Mac アドレスの組み合わせで通信を送ることはできないと。そういった形になっています。デフォルトゲートウェイであるルーターに対してアップリクエストを送って、その IP アドレスと Mac アドレスの組み合わせで通信をするような形になります。はい、一連の通信の流れとしてはこのような形になってますね。ノード A が送った時点では、宛先の Mac アドレスはルーターになっていますと。で、ルーターを経由する際に Mac アドレスの書き換えが行われて、ノード D に到達すると。ざっくり言うとこのような感じになっています。はい。で、これを踏まえてですね、EC2 インスタンスに置き換えて考えてみたいと思います。とは言ったもののですね、基本的に先ほどと何ら変わりがないんですね。先ほどと同じような矢印をたどるような形になります。強いて言えば、今回は VPC 上に存在する仮想ルーターを経由するような形になりますので、その Mac アドレスとかが、新たな登場人物として出てくるような形ですね。で、これももちろんマッピングサービスに問い合わせれば教えてくれます。仮想ルーターの Mac アドレスはこれこれこうですっていうのを返してくれますので、先ほどと同じように一連の通信が実現できます。で、ここで一つ疑問になるのがですね、そもそも VPC 上の仮想ルーターってどこにあるのっていうのがちょっと気になりますと。で、これをですね、物理ホストをちょっと従来とは視点を切り替えて、物理ホストにおけるソフトウェア層、物理ホストにおけるハードウェア層、こういった切り口で考えてみたいと思います。で、従来の物理ホストにおいてはですね、仮想ルーターはソフトウェアによって実現されていたんですね。はい。で、この仮想ルーターは各物理ホストに組み込まれるような形で存在しています。で、技術が発展して、物理ホストの機器とかがですね、どんどん新しい技術が取り込まれて、新しくなっていくにつれて、今度はハードウェア層に仮想ルーターが組み込まれるような形になります。なので、ソフトウェアとしては、どんどん余計な機能はハードウェアにオフロードしていって、かなりソフトウェア層でパフォーマンスができると、そういった流れになっています。で、ここでは新しめの物理ホストって書いていますが、登場したのはもう2017年とか、そのぐらいのレベルなので、あくまで従来と比べれば相対的には新しいというところですね。どういった物理ホストが選定されるかっていう部分は、EC2 インスタンスのインスタンスタイプ、というよりはインスタンスファミリーですかね。そういったものによって、どの機器が使われるかっていうのが決定されます。で、この物理ホストと仮想ルーター、陰質インスタンスの組み合わせをですね、ちょっと表現を加えて、このような形で書いてみましたと。
ファシリティとかネットワークはもちろんこれらの土台として存在しているんですが、特にですね、それらを地理的な遠さとかですね、意識することなく通信可能な形になってますので、ちょっと抽象化してこのような形で変えてみました。で、それを踏まえてですね、仮想ルーターを経由した通信としては、このようなイメージになります。同一サブネット上の通信と考え方としては変わらないですね。送信元のインスタンスが IP パケットを送って、それが物理ホストによってインターセプトされて、物理ホスト間の通信を行いますと。で、先ほど見たように、各ステップにおいて、物理ホストはマッピングサービスに問い合わせをして、必要な情報を集めてくれますと。で、物理ホスト間の通信においてはですね、IP パケット、元々のインスタンスのパケットが VPCID と物理 IP によってカプセル化されて通信が流れていきますと。で、相手の物理ホストに到着した後も、ここでも随時ですね、検証が行われた上で、これは正しい通信だねっていう確証が取れたら、カプセル化を解いてインスタンスに渡してあげると。で、先ほど、仮想ルーターの MAC アドレス云々みたいな話がありましたが、ここでですね、MAC アドレスとの書き換えが行われて、宛先のインスタンスにたどり着くと。こういった形になっています。ここでもですね、やっぱりマッピングサービスがうまく働いてくれることで、EC2 インスタンスは物理層を意識せずに通信ができると、こういった形になっています。続いてのワードとしてですね、ブラックフットを確認していきたいと思います。ブラックフットとは簡単に言うと、VPC 上のいくつかのゲートウェイをホストしてくれるデバイスですね。デバイスの名称がブラックフットと呼ばれます。別名エッジデバイスと呼ばれたりもします。で、これらがですね、どのゲートウェイで機能するかっていうと、ここで星印がついているようなゲートウェイがブラックフットによって実現されています。インターネットに出るためのインターネットゲートウェイですとか、VPN 接続、あるいはダイレクトコネクト接続のゲートウェイとなるバーチャルプライベートゲートウェイ。あとは、ゲートウェイ型の VPC エンドポイントですね。S3 ですとか、DynamoDB に通信するための VPC エンドポイント。これらのゲートウェイはすべてブラックフットというデバイスによって実現されています。はい、先ほどの物理ホストと同じような形でブラックフットデバイスがあると、こういった形で考えていただければ良いかと思います。ここではですね、ブラックフットデバイスに各ゲートウェイを3つとも同じアイコンを書いてしまったんですが、もしかしたらですね、インターネットゲートウェイだったら、このブラックフットデバイス、バーチャルプライベートゲートウェイだったら、このブラックフットデバイス、そういった分離がされているかもしれないんですが、ちょっとそこの詳細は確認できませんでした。とはいえですね、各ブラックフットのデバイスが SPOF とならないように、これらは水平にスケーリング可能な形になってますので、多様性が担保されますし、ある程度の上限まで性能が担保されると、そのような形になっています。で、ちなみに、ブラックフットという名称の由来ですね。これはクロアシペンギンが由来とのことです。すごく可愛いですね。そもそもこれらのデバイスがですね、Linux ベースで開発されたという経緯がありまして、Linux のマスコット、あのペンギンですね、そこに引っ掛けて、ブラックフットという名称が付けられたそうです。で、ここでもまたマッピングサービスが登場します。物理ホストとブラックフットのデバイス間の通信は、やっぱりマッピングサービスがつなぎ込みをしてくれますと。具体的にはですね、マッピングサービスは VPC のルートテーブルを元にですね、この IP アドレスを宛先とする場合は、このゲートウェイがターゲットだ。そうすると、このブラックフットエッジデバイスが、物理ホストが通信を送るべきところだというところを教えてくれますと。はい、それを踏まえて一連の通信を考えると、このような形になってますね。先ほど物理ホスト同士の通信と同じように、インスタンスが送った IP パケットを物理ホストがインターセプトして、カプセル化してブラックフットデバイスに送ってあげますと。で、その通信はですね、一度ブラックフットデバイスで、カプセル化が解かれた後に、
ゲートウェイの種類によって様々な処理が行われた後に対抗の環境に対して通信が送られると、そういった形になっています。で例えば、インターネットゲートウェイを例にとりますと、このようなイメージになります。インスタンスが送るパケットにおいては、送信元の IP、インスタンスの IP ですね、プライベートで、宛先がグローバルな IP ですと。でそれがブラックフットデバイスに渡った場合に、VPC-ID とか物理 IP とか、そういったカプセル化が解かれた上で、この IP パケットの中身をですね、送信元の IP をグローバル IP にナットして、インターネット宛てに送ってくれると。こういった形で処理をしてくれます。例えばここがですね、バーチャルプライベートゲートウェイとかだったら、これらのカプセル化を解いた後に、また新たなカプセル化の処理を施した上で、プライベート IP のまま対抗の環境に通信を送る。そういった様々な処理をしてくれます。でこのようにですね、ブラックフットは各種ゲートウェイの機能をホストしてくれるデバイスでありますと。で、ここでもまたマッピングサービスが活躍してくれますと。ここをぜひ覚えていただきたいと思います。そしてですね、ブラックフットデバイスでホストされるゲートウェイをいくつか確認したんですけども、それ以外にも VPC 上で機能するゲートウェイはいくつかありますと。これらは一体何によって実現されているのかっていうのがちょっと気になりますと。で、ここでですね、本日最後のワードとして登場するのがハイパープレーンというものになります。ハイパープレーンとは簡単に言いますと AWS 内部で使用されるロードバランシングサービスになります。もともとは S3 の API とかを裁くロードバランサーがベースになっていて、いろんな AWS サービスで利用されています。で、ゲートウェイでの利用を考えたときにですね、メインとなるコンポーネントとして、ハイパープレーンノードというものがあります。ロードバランシングされた処理を頑張って、このノードたちが処理することになります。で、これらのハイパープレーンノードはですね、実態としては EC2 インスタンスだそうです。で、いくつもの EC2 インスタンスがフリート構成になっていて、一つの処理をしてくれると。そういった考え方ですね。でもちろん EC2 インスタンスとは言っても、カスタマーの VPC 上では意識することができませんので、AWS がどこか裏側で管理しているインスタンスたち、そういう考え方になります。で、これらのハイパープレーンノードをカスタマー側で意識することはできないんですけども、唯一ですね、ゲートウェイとかを利用するときにカスタマーが意識できるのが ENI ですね。NAT ゲートウェイとかトランジットゲートウェイ使われたことがある方は、それらのサービスを開始するときに自動的に ENI が生成されるのをご存知かと思います。その ENI と紐づく形で裏側でハイパープレーンノードたちが控えていると、そういう考え方になります。で、今回はですね、ハイパープレーンを利用するゲートウェイのうち、NAT ゲートウェイに焦点を当てて通信を考えてみたいと思います。プライベートサブネットにいる EC2 インスタンスが NAT ゲートウェイを経由してインターネットゲートウェイにたどり着くと。そこから先、さらにインターネットに出ていくと。そういった通信ですね。で、ここまで見てきた技術をおさらいすると、それぞれのバックボーンではですね、こういったものが控えていると。そういった形になっています。各、コンポーネント間の通信を順番に見ていきたいと思います。まずは EC2 インスタンスをホストしている物理ホストからハイパープレーンノードへの通信ですね。ここの部分をどうやって橋渡しをするかというと、やっぱりここでもマッピングサービスが登場するんですね。インスタンスの宛先の IP がグローバル IP であるっていうことと、あとは VPC 上のルートテーブルのターゲットになっているのが NAT ゲートウェイであるとか、そういった諸々の情報を鑑みて、この通信の宛先はこの NAT ゲートウェイだと。で、この NAT ゲートウェイはこの ENI に紐づくので、ここに対して通信を送りなさいと。そういったものをマッピングサービスが教えてくれます。で、ここはいつもの通りですね、物理ホストによってカプセル化された通信がハイパープレーンノードの方に送られていきます。
で、ここからですね、ちょっと詳細な仕組みは公開されていないんですけども、ハイパープレーンノードは、フローだけを意識するような形になっています。物理ホストから送られてきた物理 IP のヘッダーですとか、VPC の ID のヘッダー、そういったものはもちろん意識しませんし、IP パケットの中でもフローだけに特化して意識処理するような形になっています。何か裏側でうまいこと抽象化されて、このフローの部分だけがノードに渡されると、そういった考え方になっています。で、このフローっていうのはどういうものがあるかというと、例としてはこのような流れですね。一つのフローにつきこの1行が該当すると、そういった考え方ですね。VPC のフローログを使われたことがある方は、もうフローログの1行1行のレコードが1つのフローに対応すると、そういったふうに考えると分かりやすいかと思います。で、ハイパープレーンノードはですね、フローごとに分散処理されるような形になります。シャーディングされているというような言い方もされますね。ハイパープレーンノードは水平にスケーリング可能ですので、フローがものすごくたくさん飛んできたとしても、うまいこと分散したり、スケールすることで処理能力が枯渇しないように対応してくれますと。で、なおかつ、特定のノードとかに障害があっても、他のノードで引き続き処理が継続できるので、対障害性も担保されていると。そういった考え方になります。で、ハイパープレーンノードでの処理が終わった後ですね、今回の例ですと、インターネットゲートウェイをホストするブラックフットデバイスに通信が送られますと。で、ここも正直詳細な流れはうまく公開されている情報から汲み取ることはできなかったんですけども、マッピングサービスが橋渡しをして通信を送ってくれてるんだろうなと、そういったふうに捉えています。で、先ほど簡単に処理っていう話をしましたけれども、今回の例で言いますと、NAT ゲートウェイですので、インスタンスが送った IP パケットの中身ですね、送信元の IP としてインスタンスのプライベート IP がありますと。で、それを NAT ゲートウェイが持つプライベート IP に変換して、なおかつ実質的にはNAPT もしくは PAT と呼ばれたりしますけど、そういった処理ですので、送信元 IP と送信元ポートを書き換えて後続のデバイスに送ってくれると。で、それを受け取った上で、インターネットゲートウェイは先ほど見たようにですね、カプセル化を解いて、IP パケットの中の送信元 IP をグローバル IP に書き換えて、インターネットに渡してくれると。全体としてはこういった流れになっています。はい、ここまで NAT ゲートウェイを見てきましたが、実はすごく似たものとして NLB があるんですね。両者は AWS のシンプルアイコンもすごく似てますし、働きとしてもとても似ています。実は NLB でもハイパープレーンの技術が使われているんですね。よくELB の中でも CLB と LB は IP が固定できないのに、どうして NLB だけ IP 固定ができるんだみたいな話が出ることがありますが、そもそものバックボーン、アーキテクチャの違いによって両者に違いがあると。そういった考え方ですね。CLB とか LB は一旦ロードバランサーで通信を集端してバックエンドのインスタンスに流すみたいな挙動なんですが、NLB はフローだけを処理してどんどん後ろのインスタンスに通信を流していくと。で、固定の ENA の裏側でハイパープレーンがどんどんスケールして処理をしていくので、結果的に IP が固定ができると、こういった違いがあります。で、最後にですね、ハイパープレーンノードはマルチテナントであると、そういったお話をしたいと思います。実態は EC2 インスタンスであるっていうお話を何度かしたんですけども、そのインスタンス上で処理されるフローも、相乗りするような形になります。今回ですね、カスタマー A さん、B さん、C さんがそれぞれハイパープレーンノードを使いたいってなったときに、それぞれの VPC 上で ENI を持つことになるんですが、それを経由してですね、バックボーンのハイパープレーンノードに流しに行くときには、相乗りするような形になりますと。こういった考え方になっています。で、ここでですね、各フローが重複しないようになっています。重複しないって言ってるのは、こことかが相乗りしている形になってるんですが、そういった意味ではなくて、例えばですね、カスタマー A さんと全く同じノードを使っているみたいなものが
ないように計算されて、分散処理されるような形になっています。例えばカスタマー A さんのコンポーネントでですね、DDoS 攻撃で大量のトラフィックを受けているですとか、あとはノイジーネイバーとかカスケードフェイラーみたいな、そういう障害が起こったときに、この緑色のフローと全く同じ形でカスタマー B さんが、フローを処理していると、共倒れになってしまいますと。そういったことがないように、一部オーバーラップする部分はあるんだけれども、ここがダメになっても他のノードで継続してフローが処理できるように、きちんとここが重ならないように計算されていると、そういった仕組みがあります。はい、ここまでハイパープレーンを見てきまして、裏側にあるノードによってですね、膨大な数のフローを処理できると。それは水平にスケーリングすることで実現されています。で、やっぱりここでも変わらず、マッピングサービスが活躍していますよというのが、ハイパープレーンのまとめになります。はい。では、長くなりましたが、本日のまとめですね。これを覚えて帰っていただきたいと思います。改めて各ワードですね、マッピングサービスとブラックフット、ハイパープレーンですね。それぞれざっくりどんな動きをしているかっていうのはイメージついていただいたかと思いますので、ぜひですね、これから VPC を使うときには、こんなものが裏側で動いているんだなというふうに思いをさせていただくと、より VPC が好きになるんじゃないかなと思います。でこういった裏側の仕組みですね、特に AWS ドキュメント等で公開されているものではありませんので、話を聞きたいとなると、AWS のリインベントの動画とかを見ると、こういった説明が聞けますと。ぜひ興味がある方は動画をチェックしてみていただければと思います。本日はご清聴いただきありがとうございました。